どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、DMM くじのワイバーホバーの性能を先行して徹底検証していく。10月24日に発売される DMM くじの A 賞とラストバージョンで登場するワイバーホバー。1回770円のくじで最大70分の4の確率という入手難易度の高さから多くの反響が出ている現在最も注目されているブレーダー。そこまで強くないなら無理に買いたくないというブレーダーも多いと思うので、今回は初ブロ版のホバーワイバーを使ってウィザードロットを相手に1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定、スピンフィニッシュまでにかかった平均時間による持久力測定に加え、他のアタックブレードでも行ったブラストウィールを大きく弾いた回数による攻撃力測定と、さらに今回は環境トップのシャークスケールとエアロペガサスと直接対決し、スピン勝率と攻撃性能検証をそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。まず、ブレード重量については、平均 35.13g ということで、現環境で活躍しているアタックブレードよりも 3g 程度軽く、さらにウィザードロットよりも軽いため、当たり負けしないか心配なところだ。それでは早速、ウィザードロットを相手に、ブレードの基本性能を検証していく。25戦やってみた結果、ワイバーンのトータル弾き回数は107回、平均スピンタイムは 48.57 秒という結果となった。続いては、他のアタックブレードでも検証してきたブラストビールを相手にローラッシュカスタムでの攻撃性能を検証していく。25戦やってみた結果、ブラストウィールを大きく弾いた回数は77回、平均スピンタイムは 17.55 秒という結果となった。続いては環境トップのシャークスケール、環境3位のエアロペガサスを相手に、お互いが大きく弾かれた回数に加え、ワイバーンだけが大きく弾かれた回数と、相手だけを大きく弾いた回数もそれぞれ計測し、どれくらい当たり負けしてしまうのかを検証していく。なお、お互いが弾き性能の高いブレードということで、エクストリームラインとの接触によるビット抜けが頻発すると、検証の精度が下がってしまうため、今回はライン接触によるビット抜けはカウントしないことにする。まずは重量差約 3g のエアロペガサスと検証していく。
25戦やってみた結果、トータル弾き回数は127回、エアロペガサスだけを弾いた回数は14回、ワイバーンだけが弾かれた回数は28回、という結果となった。最後は重量差約 2.5g の環境トップのシャークスケールを相手に検証していく。25戦やってみた結果、トータル弾き回数は94回、シャークスケールだけを弾いた回数は8回、ワイバーンだけが弾かれた回数は21回、という結果となった。100戦やってみた結果、ホバーワイバーンのステータスは、トップクラスの弾き性能と平均以上のスタミナを持つということで、ディフェンスタイプではなくバランスタイプということが判明した。まず、ブラストウィールへの攻撃性能については、シャークスケールを超えるほどの攻撃力を持つことが判明した。ワイバーンのブレード形状は、横から見ると2種類の高さを持ち、高い部分がブラストウィールのメインブレードと噛み合いやすかったのだろう。ブラストウィールの採用率はだんだんと下がってきてはいるが、対策しておきたい相手ではあるため、十分に活躍できるメリットだろう。しかし、大きい弾きは自分のスタミナも大きく削ってしまうため、平均スピンタイムに関しては最も低い結果となってしまった。次に、性能が近く、おそらくライバルとなるであろう、シャークスケールとエアロペガサスとの検証については、エアロペガサス年のスピン勝率は 32% ということで、同じカスタムの場合は、基本的に持久面は不利という結果となった。お互いの相手を大きく弾いた割合については、ワイバーンは 11%、エアロペガサスは 22% ということで、やはり重量差が 3g もあると、2倍の確率で当たり負けしてしまっていることが判明した。次に、シャークスケール戦のスピン勝率は 47% ということで、持久面については若干不利という結果となった。シャークスケールとの重量差は約 2.5g で、シャークスケールがワイバーンを大きく弾いた割合は 22%、逆にワイバーンがシャークスケールを大きく弾いた割合は 10% 以下まで抑えられてしまった。そして、シャークスケール戦で気になったのは、ブレード形状による跳ね上げられやすさだ。ワイバーンの特徴的なブレード形状は、シャークスケールに潜り込まれやすく、跳ね上げられてしまう場面が多かった。シャークスケールの採用率が 80% を超える現環境では、この形状不利は無視できないデメリットだろう。最後に、全バトルを通して、シャークスケール同様、非常に高いリバース性能を持っていることが判明した。オーバーゾーンに入りやすいインフィニティスタジアムにおいて、リバース力の高さは非常に重要な要素のため、この特徴は大きなメリットだろう。個人的にワイバーンの立ち位置はフェニックスウィングに近いと感じており、シャークスケールが登場する前であれば大活躍していたであろう性能だった。現環境では代替が効く性能なので、今回のくじ引きは見送り、一般販売まで待ってもいいと感じた。もし当てることができたブレーダーはコメント欄で報告してくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。